この動画は埼玉県の自宅から岩手県の自転車乗りの友達の家まで約530キロを3日間かけて走った自転車ツーリングの動画です。途中、東日本大震災関係の被災地を見に行ったり、東北地方のとても美しい景色の中を走ったりしました。それではご覧ください。はい、こんばんは。ここは埼玉県越谷市の国道4号線と国道463号線の旧道が交差する交差点です。今0時57分ですね。で、普段はだいたいこの辺が1時間ぐらい自宅から走るトレーニングというかの時に折り返す地点なんですが、今日はここからがスタートです。はい、今夜中の1時28分です。埼玉県から千葉県野田市に入りました。ここから一瞬だけ千葉県を走って、それで茨城県に入ります。千葉県の野田市のファミリーマートで補給食を買いましたということで進みますかね。今夜中の0時57分です。千葉県から茨城県に入る利根川の橋を渡っています。千葉県道茨城県道3号線という道路ですね。橋を渡って茨城県に入りました。芽吹大橋という橋ですね。2時40分です。茨城県三街道市です。ちょっと小休止しました。ガソリンスタンドがある国道の交差点。今ちょうど埼玉市から 40.67 キロですね。もうすぐつくば市です。いや、茨城県はとても広いです。今茨城県の小海川の堤防の道を走ってるんですが、真っ暗です。車が通った時以外は自分のヘッドライトしか明かりがありません。真っ暗。つくば市に入りました。で、これがつくばエクスプレスですね。急に市街地になりました。急につくば市になると栄えている。3時24分です。この陸橋が国道6号線ですね。今茨城県土浦市で、もう少し行くと JR の土浦駅前に着きます。いやー、茨城県が広すぎる。まだ先は長いですね。朝の6時ぐらいまでに水戸に着けたらいいんですが、今茨城県土浦市を走ってるんですが、土浦市にはこのように街の規模に似合わないとても大きな高架道路があるんですが、初めて実物を見ました。今朝の4時9分で、茨城県の土浦と石岡の間ぐらいですね。今埼玉県の自宅から 71.35 キロ。そろそろ空が少しずつ明るくなってきましたね。ただちょっとこの辺の道は地味で、あんまり動画に撮るネタがないです。茨城県、今朝の4時20分です。茨城県の石岡で国道6号線のバイパスに来ました。こちら方面が水戸ですね。北です。水戸まで30キロぐらい直進ですね。今朝の5時21分、水戸まで10キロですね。埼玉の自宅から 95.32 キロ。ちょっと小休止したんですが、もうすぐ朝の6時なので、水戸の市街地を過ぎたあたりで牛丼屋さんかなんかあったらご飯食べますかね。補給食は食べてるんですが、水戸市に着きました。今朝の5時43分、奥の方に見えてる高い建物が茨城県庁の建物で、茨城県の県庁所在地の水戸市に着きました。今水戸市の、中心部ですね。商業施設がある中心部はもうちょい先ですけど、今自宅を出発してから、101.3 キロ走りました。気温が21度、とても涼しいです。ちなみにこのヘッドライトにガムテープが貼ってあるのは、夜中に街灯がない道を走るときに、これライトが上の方も光ってライトが点灯中だって分かるようになってるんですけど、本当に真っ暗なところだとそれが自分の視界に入って暗いところに目が慣れなくなっちゃうんで、ちょっとここのバッグの中に入れっぱなしにしてたガムテープを使ってちょっと即席で隠しました。偕楽園、日本三名園の一つですね。昔来たことがあります。美しい。今朝の6時ちょうどです。水戸市の中心部に着きました。奥にある高架橋の奥に偕楽園という日本で一番の梅の名所の
日本庭園があります。日本三名園の一つです。で、こちら側が千波湖という茨城県水戸市の中心部にある湖ですね。水戸駅に着きました。さて、この先どうやって進みましょうかね。今朝の6時半なんですけど、茨城県の水戸市内の国道6号線沿いに BYD の実店舗があって、これ別に狙ってたわけじゃないんですけど、中国のビリビリに動画を上げてる人間として面白すぎるので、そこの横にあるファミリーマートで休憩することにしました。面白すぎる。例の軽自動車が止まってます。すごい。中川と看板に書いてありますね。中川。今、茨城県のひたちなか市か東海村かその辺なんですけど、雨が降ってきてしまいました。日本のね、東の海上に台風15号が来てるんで、途中で雨が降ることは織り込み済みだったんですけど、思ったより早く降ってきちゃいましたね。さっき映った交差点を右に行くと JR の常磐線の東海駅になるんですけど、この辺っていうのは日本の原子力産業の本拠地みたいな場所で、このように道路が非常に綺麗ですけど、結構やっぱりそういうのってね、そういう原子力の立地で補助金とか出てるみたいなのも事情としてあります。あとこの辺から少し北に行くと日立市っていう日本の有名な電機メーカーの日立製作所のある場所があるので、結構その辺も収入が多い理由の一つかも。今東海村に入りますね。東海ビレッジって書いてある東海村。すげえ。原子力科学研究所5キロ、核燃料サイクル工学研究所。すげえ。青缶がすげえ。原発ってなんだよこれ。面白すぎる。今朝の7時41分ですね。ご覧の通りもう雨が降ってきちゃいました。でももうあと 2.8 キロで日立なので結構いい感じで進んでますね。とりあえずいわきまでは行って今日はそれから考えようかなと。ということで日立市に入って次の信号を左に行くと浜街道という茨城県とか福島県の海沿いを行く道の国道に出ますね。国道245号。あとはこれをひたすら北に進む感じになります。で、左に曲がって 1.2 キロ行くと道の駅があるので、そこで初めて本格的な休憩取りたいと思います。去年の大阪に中国レトロ自転車で行った時も、今年の他のツーリングも基本的に雨を避けてたんで、こんなウェットコンディション、自転車がずぶ濡れになるコンディションで走るのは久しぶりですね。いただきます。結局道の駅の隣にあったすき家で牛丼を食べました。ということで、道の駅日立お魚センターを、朝の8時20分出発します。やばい、思ったよりも険しい海沿いの道。珍しいものがありますよ。日立製作所で作った大型の製品を搬出入するときのための高さを変えることができる歩道橋があります。もうすぐ JR 日立駅で奥に日立製作所の日立の本社がありますね。茨城県日立市の JR 日立駅に着きました。この日立駅の建物は非常に美しい建物ということで、ガラス張りで海が見える知られてるんですが、放置自転車扱いになっちゃうのでちょっと寄れないかな。せっかくなんでちょっと駅の下で
休憩してきますかね。自転車の押し歩きペット散歩可能になりました。自転車の昇降は海岸口エレベーター。この下の道路は日立バイパス国道6号で、自転車は通行禁止でした。茨城県の日立駅に来ました。自転車を押して入ることができたので、ちょっと自転車を置いて写真と動画を撮ってます。非常に見晴らしがいい大荒れですけど。さっきの駅の自由通路を抜けて、それでこの山側の方の道を行くのが正解ルートだったようです。なので駅を抜けてきました。はい、ということで茨城県日立市からまた国道6号に入りました。中張12キロ、いわき57キロ、いわきは絶対行けるんですけど、仙台209キロ、途中のどっかで宿を取ることになる可能性が高い。あといわきを過ぎると原発の近くのほぼ誰も住んでない地帯があるんで、北茨城市に入りました。名前の通り茨城県最北端の市なので、ここを抜けたら福島県ですね。ここまで長かった。そして晴れてきました。台風で風が強いので音質が悪くなっています。福島県いわき市、今回はこれも観光はスルーしちゃうんですが、ここは勿来関という場所で、漢字の通り、こっち来んなの関という場所で、昔日本の北の方が蝦夷、つまり中央の大和王権とは別の民族の土地だった時に侵攻してこないように関所を作った場所ですね。JR 勿来駅です。こういう感じの小さい駅ですね。ここは昔勿来市という名前の市だったので、結構そこの中心部だったみたいです。勿来駅でチョコミントアイスを買いました。いただきます。200円です。出発してから今182.3 キロ走りました。台風が来ていてかなりひどいことになっているので、歩道をゆっくりと走っています。ちなみにここは歩道通行が OK な区間です。向かい風と雨。14時6分、福島県東部の中心都市のいわき市の中心部、いわき駅付近に着きました。209.0 キロですね。裏道に入る。ちょっといわきで寄りたいところがあるので、自転車屋さんに向かいます。ここはサイクルショップ有機というお店で、福島県の浜通り地方、つまり太平洋沿岸では代表的なスポーツ自転車のお店ということですね。で、なんで行ったかっていうと、自分が2010年に北海道自転車旅行した時、鈍行で行ったんですけど、携帯ポンプが壊れていることに出発後に気がついて、このお店によって買ったことがあるんですよね。なんですけど、場所が場所で東日本大震災の被災地でもあるので、その後どうなったか気になってたんですが、その後ホームページを見てずっと営業してることはしてたので、
いつか行きたいと思ってたんですが、今回行くことができました。お店ではちょっとだけ買い物もしました。ただ自分が昔行った時の店長さんはすでに亡くなられていて、今は昔スタッフをしていた人とか他の方が運営を引き継いでいるようですね。もう風に煽られて危なくて走れたもんじゃないので、ホテルの予約をしました。さっき行った自転車屋さんのところに戻ってきました。福島県いわき市のホテルに泊まりました。宿泊費が7500円で、今日本のお盆という一番の繁忙期なので、繁忙期の割には安いです。はっきり言って。で、ご覧の通り、なんと部屋に自転車が持ち込めるんですよ。ありがたいです。生まれて初めてです。自転車持ち込める宿。素晴らしい。で、ちょっと設備は古いところもありますけど、十分綺麗で。シングルベッド。で、いやー、外は大荒れの天気です。体がね、腹にまだ肉が全然あるのが恥ずかしい。お風呂とトイレです。ユニットバスですね。これの他に大浴場があるので、とりあえずちょっと汚れをここで落としてから大浴場の浴槽にゆっくり浸かろうと思います。ホテルの大浴場でゆっくり休んで、外に出てきたら雨が止んでました。ただ、ご覧の通り、暴風が吹いてます。で、ご飯を食べたいんですけど、店はたくさんあるんですけど、飲み屋しかないんですよね。酒は飲まないからどうしようっていう。ホテルに持って帰って食べるために市場に行って、なんか刺身でも買うことにしました。買い物してきました。いなり寿司。そして宮城県産の稲田の刺身。最高ですね。で、この天丼は明日の朝食です。最高。いただきます。いただいています。真冬マジで埼玉というか東京近郊の刺身とは比べ物にならない。うますぎ。明日も仙台近辺で刺身とか寿司を食いたいと思ってるので楽しみです。というわけで今日はもうすぐ寝ます。この日の走行距離は 215.2 キロでした。夜中に出発した割にはちょっとあんまり距離が稼げなかったなという感じです。まだまだ足がね、ないですね、自分は。今回は台風もあって早い時間にホテルに入ったんですが、丸1日走り続けたらどれぐらい行けるか今度挑戦してみたいですね。はい、おはようございます。朝の4時12分です。本当は3時と4時にアラームをかけてたんですけど、結局3時には起きられなくて4時で起きました。で、今これを温めて、これから食べて、朝ごはん食べて出発します。はい、朝4時53分です。ちょっと思ったより時間かかっちゃったんですけど、はい、用意ができたのでチェックアウトします。一晩ありがとうございました。非常に良い宿でした。じゃあ出発します。メーターの時計だと朝4時59分。今は雨が止んでて空も青いんですが、南から雲が来るので逃げ切らないといけない。いわき市は福島県東部の最大の都市だけあって、このように4車線のとても広い道路が続いていました。うわー、すげえ。風光明媚だけど震災のとこだからやべえな、怖いな。
れ。ここは福島県いわき市の久野浜という場所で、ご覧のようにとても風光明媚な海の景色が美しい場所なんですが、東日本大震災の時は津波で大きな被害を受けたらしいです。この場所では国道は少し内陸を走っていて、で自分は今回あえて海沿いの交通量の少ない県道を選んで進みました。ちょっとした旅行の記録なんですけど、茨城県くらいから東京とか埼玉じゃ見かけないブランドの自動販売機が、このウィズドリンクっていう見かけるようになって、すごく地域性を感じます。とても安くて100円から買える。すごいですね。ここの自販機だったら、今夏なんでコールドですけど、100円玉で買えるぬくもり、缶コーヒー握りしめることができる。で、あとここのウィズドリンクっていうところは、肉とお米が当たるキャンペーンをやってるらしいです。常磐線の久野浜駅です。とても良い感じで絵になります。福島のいわき市久野浜を観光してたんですが、国道6号線に復帰します。この先補給ポイントが減ると思われるので、福島県広野町のローソンで買い物をすることにしました。国道は大型車が多くて危ないので、並行する県道があるときはできるだけそちらの方を進むようにしています。前に見えるのはこれ火力発電所ですね。広野の。そろそろ福島の原発関連の地域が近づいてきました。常磐線の J ビレッジ駅が奥にありますね。ここは原発の近くの常磐線が営業再開した時に作られた新しい駅で、東日本大震災の後に原発の対応のために使われたサッカーの J リーグのトレーニング施設 J ビレッジの最寄り駅になります。このように非常に新しい橋が架けられてますね。この奥に送電線があるのは広野火力発電所から東京へ電気を送るための送電線ですね。楢葉町に入ります。スマホで地図を見ていると、おそらく J ビレッジか近くの宿泊施設を利用しているスポーツの合宿の団体が通っていきました。南相馬富岡、地図を見る限りまだ全然まっすぐ行けるようなので、この県道を進みます。21度しかない。涼しい。この辺はスポーツの合宿施設があることからも分かるように、もう復興したよ、道路も綺麗なものを作ったよ、だからむしろ積極的に遊びに来てねという感じのするゾーンで、特に柵があったりとか警備員がいたりすることはなくて、何も気にせずに走ることができました。更地だ。なんかこうしてみると全然この辺人は住んでますね。普通に生活があるという感じです。ね、生活というものがありますからね、人生には。追い抜かれたり反対側から来たり、両方の方向からたくさんバスが来るんですけど、これは全部福島第一原発の廃炉作業の労働者を運ぶためのバスです。うわー、原発だ。
今朝の7時9分です。いわき市からだいたい36キロ走りました。奥に見えるのが福島第2原発ですね。第1原発よりちょっと南にある爆発しなかった方の原子力発電所です。奥に、ちょっと動画だと望遠がないので小さくしか映らないんですが、四角い建物があります。ということでちょっと進んでいきます。多分、この海沿いの県道はこの先多分通れなくなると思うんで、内陸の国道に行くと思います。超巨大な送電線鉄塔が福島第二原発から伸びています。はい、福島県富岡町です。なんか露骨に地震津波対策のためにかさ上げされている海岸線の道ですね。すげえ。うわやば。ここは福島第2原発の北側なんですけど、多分ここが原発の敷地に一番近づけるところだと思うんですけど、このように福島第2原発なんですけど、立ち入り制限区域につき関係者以外の立ち入りを禁ず、許可なく侵入した場合は直ちに警察に報告します。東京電力ホールディングス株式会社福島第2原子力発電所と書いてあります。で、このように英語、中国語、韓国語で Do not enter 入るなと書いてあります。多分 YouTuber とかがめちゃくちゃたくさん来たんだと思います。外国人の。そしてクソでかいスピーカーと監視カメラもついてます。すごい。ということで先を急ぎますかね。雨が降ってきそうなんで。左側が常磐線の JR 富岡駅です。この先行けるのかな。あ、行き止まりって書いてあるっぽいな。行き先が消されてる。この交差点までが復興したので、積極的に通行していいよという雰囲気がそれとなく感じられるゾーンでした。行けるところまで行ってみることにしました。でも通行は禁止されていないので、この先行けるところまで進んでみることにしました。何百メートルか進むと T 字路に突き当たりました。T 字路にある看板には、左折して国道6号線に戻れという無言の圧力が非常に感じられました。ここで終わりか。左に行くんですけど、見に行ってみるか。地図の上では右側にもさらに県道が続いているので、ちょっとだけ行ってみることにしました。この T 字路から道路の整備状態が急に悪くなって道幅も狭くなります。ちょっとだけ入ってみよう。この辺りは原発からは近いですが、高台で津波の被害を受けていなくて、住んでいる人がたくさんいるようなので、それで住んでいる人のためにこのように道路が閉鎖されていないようです。この先帰還困難区域につき通行止め。はい。もう行き止まりかな、こりゃ。あ、すいません。この先って国道抜けられますか？この先、すいません。もう戻らないと抜けられないですかね。
この辺りから警備員の方の姿をたくさん見かけるようになってきました。この先、左に曲がると国道に抜けられる場所があるということで、もう少し進むことにしました。わあ、でこっちに行くと行けなくなっちゃうのか。こっちの右の奥は明らかに警備員のゲートがあるんで近づかないです。よいしょ。まあちょっとこの先は露骨に警備員がたくさんいるんで、なんか右側の道は全部警備員がいるんで、明らかに近づかない方がいいですね。通報される。うわ、すげえ。はあ、赤坂中央。次の丁字路を左に行った方が良さそうなんで、そこから国道に復帰します。行ける限界か。あ、まだ行けんのかこれ。右から車が来たのでまだ行けるのかと思ったんですが、この車は原発周辺を見回るための警備車両でした。あー、さすがにやばそうだな。行けるとこまで行ってみるか。この交差点を右に入ると明らかに警戒の度合いが上がっている感じがありました。震災で被災したまま放置されている家も出てくるようになりました。ただこのように新しい道路の建設も行われていて、これは原発の廃炉作業のためのものなのか、それとも将来的にはここまでさらに南の区間と同じように入ることができるようにする計画もあるのかもしれません。警備の車が戻ってきました。ここまでか。はい、ということで、この海沿いの県道の、ほぼどん詰まりまで行きましたが、もうこの先は行けないです。なんか結構ガチでやばいので、ちょっと柵までは行かないですけど、この通りバリケードで塞がれてます。動画用のカメラしかなくて望遠がないのでちょっと見づらいんですが、県道がこのように塞がれてました。もともとはカメラをやってたのに、ちょっと静止画用のカメラもちゃんとお金をかけるべきですね。ということで、ちょっと警察呼ばれたらかなわないんで、ここで引き返します。結論としては、この廃屋がある T 字路が海沿いの県道浜街道を進むことができる限界の地点でした。左は多分もともと農地だったと思うんですが、全部柵で囲われてます。
国道6号線に戻ってきました。はあ、疲れた。よいしょ。さて、ここからは国道6号線だけが通行可能な地域です。この辺りの国道6号線は2022年の8月から自転車と歩行者が通行可能になりました。はい、大熊町に入ります。すれ違うバスは基本的に東京電力がチャーターしていると表示されています。右側に止まっている軽トラックには警備員が使うトイレが積まれています。双葉9キロ、南相馬32キロ、仙台106キロ。熊町郵便局前。このバスは全部東京電力のバスです。なんでわかるかっていうと、東京電力がチャーターしてますって表記されてるからですね。すごいな。大熊スクリーニング場、次の信号左折。スクリーニング、つまりどれだけ被爆してるかを計測するための場所が左折するとありますよって看板ですね。すげえ。こっちの奥には柵があって警備員がいて通行証の確認をやってます。そしてこの遠くに見えるクソデカ送電線鉄塔くんが福島第一原発に通じる送電線ですね。この辺は工事現場の需要があるんで、中古工具のお店とかリサイクルの金属買い取りのお店とか、あとガソリンスタンドとか、需要がある商売はやってますね。でもガソリン171円高すぎ、やば。すげえ。検問カード。出たー。0.988 マイクロシーベルトパーアワーらしい。この先にもあるだろうと思ってわざわざ止まって写真を撮らなかったのですが、実はこの 0.988 マイクロシーベルトパーアワーのところがこの旅行で一番放射線の値が高いところでした。この信号を右に曲がると福島第一原子力発電所です。双葉町。0.206 マイクロシーベルトパーアワー、さっきより全然低いな。放射線量の値が表示されてますね。0.206 マイクロシーベルトパーアワーで、この下にあるのはこれが測るモニタリングポストです。
これもっとたくさんいろんなところに立ってるのかと思ったんですけど、全然この国道沿いだと2カ所にしか見かけなかったですね。奥に検問所があります。閉鎖された郵便局だ。この旧双葉郵便局のあたりから双葉の市街地が始まります。ここで国道をそれて市街地の方に入ってみることにしました。あ、出た。モニタリングポストだ。国道沿いにはほとんどありませんでしたが、このように人が住む可能性がある場所にはモニタリングポストが今もたくさん立っていました。ここにもスクリーニング場がある。ただ正直な感想としては、この双葉町の街並みは原発事故でこのように廃屋ばかりになったという事情があるんですが、東日本大震災からの15年で日本全体がとても寂れた場所が増えてしまったので、こうやって街に廃屋がたくさんあるっていうこと自体にはそこまでの驚きを感じなかったっていうのが正直なところなんですよね。この場所には非常に特別な理由がありますけど、この15年で自然災害とかで似たような土地というのが本当に増えてしまったんだと思います。イオンあるの？マジで？JR 双葉駅。双葉駅と奥にあるのが役場で、駅前にイオンがあります。復興したことにするというための取ってつけたような施設として小さなイオンがありました。登録有形文化財、移住定住相談センター。さっき郵便局の廃墟がありましたが、このように移転して営業していました。さて JR の双葉駅や国道6号線は比較的内陸にあるんですが、海側の方に福島県東日本大震災原子力災害伝承館という博物館があるので立ち寄ることにしました。動画の左側に映っているのは病院の廃墟です。福島県双葉町の東日本大震災原子力災害伝承館に着きました。この施設は動画撮影は禁止、写真撮影は OK ですが商用利用禁止、個人利用のみということなんですけれども、収益化してないのでこのチャンネル写真を貼っていきます。ただ今回この博物館を見学して、あと語り部、つまり被災した方の話を聞く会というのもあって、全部で2時間ぐらいいたんですけれども、それで感じたことっていうのは別に動画を作ってそこで詳しく話すつもりなので、ここでは簡単に流すだけにするんですが、もう正直な感想としては、日本に対してドン引きという感じですね。そして自分は埼玉県で震災の時震度5弱だったんですけど、その後原発に怯えていたんですけど、はっきり言ってそのことを忘れていたんですよね。はっきり言ってなんですけど、何も終わってないじゃんというのが正直な感想です。日本にドン引きした、そしてやべえ自分忘れてたわというのが感想です。今隣の双葉町の施設の屋上から撮ってるんですが、東日本大震災原子力災害伝承館
今映ってる施設を見てきました。ここは展望台なんですけど、ものすごくちょっとこの動画だとちっちゃいんですが、真ん中、中央のちょっと左寄りに塔が見えて、これは多分携帯電話の塔なんですが、そのちょっと右側の真ん中に煙突があって、これが福島第一原子力発電所の煙突ですね。ここが一般人が唯一福島第一原発を肉眼で見るところができる場所です。今動画を 4K で撮り始めました。これでもしかしたら中央部を拡大したら福島第一原発の煙突というのが見えるかもしれないです。ここの原子力災害伝承館は絶対に来るべきですね。なんていうか、ここに来たことで単なる物見遊山だけで終わらないで済みました。原発の区間を自転車で通り抜けるっていう旅行が。行きましょう。すごい。津波で塩水をかぶった木が立ち枯れになってますね。なかなか見ることがない非常に珍しい景色。今、東日本大震災原子力災害記念館から何キロか、2、3キロ来たとこですね。浪江町を過ぎて南相馬市に入りますね。とりあえず JR の小高駅まで行こうと思います。常磐線の小高駅に着きました。ここから北は結構早めに復旧した区間ですね。JR の小高駅前にある小高の昼ご飯というお店でチャーシュー麺を食べてきました。ということで今日はあとは仙台に向かうだけですね。そこに作家のユーミリさんという方が移住して始めた本屋があるんですが、今日は閉まってるみたいなのでちょっともう出発します。今福島県の原野町南相馬市のあたりです。内陸の国道が非常に交通量が多くて危険なので、海沿いの旧浜街道、もともとの海沿いの街道を走っています。ただこの辺はほとんど津波で使ったところなんで、右側は特にもう人家がなくて人が住んでないので交通量が少ない。でも復興のためということでこうやって綺麗な道路が整備されているので、自転車で快適にという言い方が良くないんですけども、スムーズに走ることができます。あとこのように非常に大きな送電線がありますね。正面に火力発電所があって、この火力発電所からも東京に電気が送られています。風力発電の風車が回っています。今日はなんというか台風の東側にいるので風向きに恵まれて追い風で走っている感じがあります。福島県相馬市です。福島県で一番北の市ですね。さっき相馬市の東日本大震災の慰霊碑があったので立ち寄ったんですけど、この真ん中の道を抜けてきたんですが、その後周りが全部ソーラーパネルなんですが、おそらくこの辺も集落だったと思われるんですよね。でこの後こっちに進んで松川浦という景勝地に向かいます。松川浦という左は湖、右は太平洋の砂州を進んだのですが、途中で暴風雨になってしまい、こういう地形なので逃げ場が一切なくてずぶ濡れになりながら走る羽目になってしまいました。松川浦を越えて半島のトンネルを抜けたその先がこんなに素晴らしい大きな会食街で、素晴らしい。こんな近くで見たの初めて。すごい。
はい、今16時ちょうどです。福島県で一番北の町、新地町に来ました。宮城県山本町に入ります。電池を使い切ってしまったので、この日は走行風景はこの後はほとんどありません。今夕方の17時です。宮城県亘理町に入ります。亘理町、震災の後、常磐線が最初に仙台から南方向に復旧した時の折り返し駅なんで、ほぼほぼ仙台都市圏に来ましたね。もう仙台空港までも25キロを切ってます。今距離が、いわきから 133.5 キロ、18時22分ぐらい、阿武隈川です。この橋を渡ると国道6号線から国道4号線に入ります。国道6号線の終点がもう少しです。はい、ちょっと小休止です。今夜の19時10分、JR の名取駅ですね。仙台市の隣の名取市です。電車の駅でいうとあと3駅ぐらいで仙台駅ですね。とりあえずまだ宿が決まってないんですが、仙台駅までは行こうと思います。仙台市に入るところを取り損ねてしまったんですが、今仙台市の太白大橋です。奥に仙台市の市街地の明かりが明るく見えます。今走行距離 160.5 キロ、ちょっとね今日観光というか博物館行ったりとかに時間を使っちゃったんで、ちょっとだいぶ夜になっちゃいましたが、今日どうしますかね。この後仙台を流れる有名な広瀬川という川です。もう仙台駅はすぐそこです。宿は取れました、無事。なんか遠くでテレビ塔なんですかねがなんかライトアップされてます。広瀬川を渡る橋です。着いた。仙台駅。ということで、今8時37分 JR の仙台駅に着きました。仙台に来るのは2016年以来なんで10年ぶりです。ということで、なんとかホテルが取れたので宿に移動します。宿が隣の東仙台という駅にあるので、そこまで走ります。いやもう自転車がこうやってもうドロッドロに汚れてしまいました。帰ったら全ばらしして洗車する必要があります。通行人の方が写真を撮ってくれました。もう本当に常磐線沿いのどちらかというと、地方なところをずっと抜けてきたので、仙台は本当に大都会です。仙台駅の近くには華僑院という地名もあります。ちなみに自分は恥ずかしながらジョジョは3部までしか読んだことがないんですよね。はい、ということでホテルに入りました。いやー、お盆なのに7500円で泊まれてありがたかった。自転車はさすがに部屋には入れられないですけど、屋根のあるところに止められたんでよかったです。ちょっと汚れちゃうんで袋に入れて持ってきました。あれ、電気つかないな。綺麗なお風呂とトイレですね。ちょっとね、なんか急に予約したんで喫煙ルームしか取れなくて、自分タバコ吸わないんですけど、ちょっとそれはしょうがないですね。ちょっとタバコ臭い。夕食はセブンイレブンで売ってる東北限定の麻婆焼きそばを食べてます。この日の走行距離は 174.5 キロでした。ただ標高については仙台駅の近くで高層ビルの影響で測定ミスが発生しているので参考になりません。この日はコインランドリーで洗濯をしたので就寝が夜中の12時近くになってしまいました。はい、おはようございます。今8月13日の朝の9時14分です。ちょっとだいぶ寝坊してしまいました。ちょっと遅い時間なんですが出発します。今日あと150キロぐらい走ってゴールです。今仙台市です。
今朝の10時6分です。 JR の塩釜駅です。昔塩釜来たことがあって、その時に入ったことのある美味しいお寿司屋さんがあるので、朝食を食べずにここまで来たんですが、今お盆の一番の繁忙期で何十人も待ってて、何時間待ちかわからないんで諦めました。適当なお店に入って朝ごはんを食べます。一番つまらない選択なんですが、仕方ないので吉野家で牛丼を食べて済ませました。塩釜から松島に向かいます。国道45号線です。松島町に入りました。右側に松島の風景が広がっているのですが、ちょっとこの辺で動画を撮ることができていません。ちょっと今思えば停車して撮影してもよかったかもしれないですね。ということで日本三景の一つ松島に着きました。観光地ですね。がちょっとあんまり観光に時間は使わず先を急ぎます。ご覧のように一般的な観光地の感じなので、ちょっと自転車旅行では立ち寄りづらいところですね、松島っていうのは。ただ松島の観光地っぽい区間というのはすぐに終わって交通量が減って走りやすくなりました。はい、海沿いから離れて涌谷内陸へ国道346号を進んでいきます。熊出没じゃないんだよ。この先国道をそのまま進むこともできたのですが、並行する裏道があったので交通量の少ないそちらに進むことにしました。うわー、すげえ。何これ。松島から東北本線に沿って市内沼方面内陸へ進んでるんですけど、このように素晴らしいレンガのトンネルがありました。すごい。これは鉄道用トンネルの流用じゃないですかね。すげえ。おー、すげえ。全部中もレンガだ。反対側、北側の高校です。今トンネルから下り始めたんですけど、これはやっぱりほら横に東北本線が走ってるんで、これは多分なんか線路を複線にするときに新しくトンネルを掘り直したっぽいですね。いいものを見た。いやー、この後は雨降るかもしれないけど、まさに東北の夏としか言いようのない非常に良い。ところがこの後大雨が降ってきてしまい、コンビニで雨宿りしました。ただ前日と前々日は靴の中がぐしょぐしょになってしまったのですが、この日は靴下を濡らさないで済みました。そしてこれがこの日の最後の雨でした。この雰囲気のある神社は小五田の山神社というところで実は有名らしいですね。今宮城県の小五田を過ぎたところです。この先東北本線に沿う県道がないので、こういう裏道を通って線路に沿って北に進んでいきます。非常に良い東北の風景です。仙台から先に来ると急に景色が変わりました。今回交通量の多い国道4号線ではなくて東北本線沿いのこういったマイナーなルートを選んだのは正解でした。本当に美しい夏としか言いようのない美しい景色の中を走ることができました。東北本線の田尻という小さな駅の近くですね。このように東北の田舎町という感じです。まだまだ北上します。
北本線の蝉根駅です。すごい、本当に国鉄時代の典型的な東北本線の駅という感じですごい。今、東北本線の梅ヶ沢駅の近くなんですが、この辺は並行する県道とかがないので、こういう裏道を通ってます。で、この踏切が新生園踏切っていうんですけど、さっき案内板もあったんですけど、その施設に向かうための新生園っていう国立療養所、ハンセン病の療養所があるようですね、この辺には。ハンセン病患者の政策的な隔離は日本の負の歴史の一つです。青函に南三陸という地名が出てきましたね。やはり南三陸や陸前高田といった地名は東日本大震災の津波の被害のことを思い起こしてしまいます。今宮城県の石越駅まで来ました。宮城県でもだいぶ北部の方ですね。今 83.07 キロ。石越駅前には赤城亭という非常に昭和な雰囲気の良い食堂がありました。ここは今も営業しているらしいです。ちなみにこの日はコンビニで買ったパンでお昼を済ませてしまいました。珍しい蒸気機関車の踏切標識がある。4号線に一瞬合流します。すぐにまた分岐するけど。岩手県一関市、ちょうど今日仙台から100キロですね。何これ、すげえ。こういうやばい名前のバス停があります。何これ。このバス停については別の動画で詳しく紹介しています。鬼と熊に注意。すごい虹が。JR 一ノ関駅です。16時48分。岩手県には埼玉を走る国際工業バスと同じ色の岩手県交通というバスが走っています。中尊寺金色堂で有名な岩手県平泉町です。岩手県の平泉町に読み方わかんないですけど大佐なのかなというバス停があって、ついちょっと動画を撮ってしまいました。このバス停についても別の動画で詳しく紹介しています。ここは中尊寺らしいです。もうすぐ左じゃん。こ
この左側に世界遺産の中尊寺金色堂がありますが、今回の旅行でも行くことはできませんでした。今まで何回か東北に来たことがあるんですが、まだ行くことができてないんですよね。奥州市ですね。昔の水沢江差牛のマーク、岩手県の奥州市の水沢駅に着きます。水沢は有名な野球選手の大谷翔平の出身地で、駅の近くには看板もありました。水沢駅です。JR の水沢駅です。今18時35分、仙台から 132.8 キロです。この水沢の隣の町にある友達の家がこの旅行の最終目的地です。水沢のロードサイドの市街地をラストスパートです。ちなみに JR の駅の近くは結構寂れてるんですが、このようにどの町も国道や県道のロードサイドはたくさんのお店があって栄えています。ラストでかい橋だ。西順橋。岩手県金ヶ崎町。はい、今夜の19時12分です。岩手県の金ヶ崎駅に着きました。ということで、ここでゴールです。目的が友達の家に行くことなので、一旦ここで最高の記録を止めてゴールです。ということで、友達の家がある岩手県金ヶ崎町に着きました。この日の走行距離は 143.4 キロでした。この日の夜は友達の家に泊めてもらって、友達と友達のお母さんが用意してくれた焼肉を食べました。それでは続いて次の日に岩手県金ヶ崎町を案内してもらった動画もご覧ください。金ヶ崎はもともとお城があったところで、まずは武家屋敷のあるエリアを案内してもらいました。金ヶ崎は岩手県の南部にある町です。古代には大和朝廷と北方に住んでいた蝦夷氏、後には東北の豪族の領域との境目になっていたところで、多くの戦いが行われたところだといいます。ちょっと倍速で流しますが、これが旧奥州街道の金ヶ崎のメインストリートです。JR の金ヶ崎駅です。その後、町の西側にある標高の高いエリアに行きました。これがトヨタの岩手工場。トヨタ自動車東日本。ではこの辺の雇用をだいぶ。金ヶ崎にはトヨタの大きな工場があって、工場で働く人が建てた家もたくさん建っていました。それからだいぶ北の方に来たので、このように右側に暴風柵が立っていますね。友達がおすすめしてくれた山の上にあるアイスクリームが美味しい牧場に向かいます。ところがそのお店はお盆の期間でお休みでした。調べたところ、近くにもう一軒アイスクリームが美味しい牧場があることが分かったので、そちらに向かうことにしました。やってる。自転車バックある。アスパラガスとヘーゼルナッツのアイスクリームです。いただきます。やばい、溶けちゃう。美味しい。この辺りはアスパラガスの名産地ということで、アスパラガスアイスクリームを勧められたので食べました。牧場の周りにはトウモロコシ畑も広がっていました。アイスを食べたばかりですが、高砂食堂という金ヶ崎で有名な食堂に連れて行ってもらいました。いただきます。岩手県金ヶ崎町の名物食堂でご飯を食べてきました。昔ながらの黄色いカレーが名物ということです。で、向かいに金ヶ崎町の役場があります。ご飯を食べた後、温泉に車で連れてきてもらいました。温泉に入ります。その後、地元のスーパーに連れて行ってもらって、地元の食材について教えてもらいました。
牛乳も買いました。牛乳は生ものなので、その土地ごとに独自のブランドがあるんですよね。これは岩手牛乳という岩手県の牛乳です。いただきます。これ美味しいですね。へえ、いいですね。ということで、友達の家の場所がバレてしまうのでぼかしをかけてるんですが、この日は38.4キロ走りました。さて、この後、新幹線の北上駅まで友達の車で送ってもらいました。正直、自分の体力としてはまだまだ走れるし、できれば青森まで行きたいなっていうぐらいだったんですけど、仕事があるのでしょうがないんで帰りました。はい、ということで北上駅まで車で送ってもらって臨港袋に入れました。北上駅は駅の周りに喫茶店も何もなくて座れる場所が全然なかったので、しょうがないので駅の中で時間を潰しました。東北新幹線の駅で電車を待っていて感じたのが、最近作られた新幹線に比べてとても駅にお金がかかっているということでしたね。昔の新幹線はとてもお金をかけて作られています。この新幹線ははやぶさ号で全車指定席なんですが、自分は自転車をデッキに置いていたので、自転車が倒れたりドアが開く時の邪魔にならないように自転車の横にずっと立っていました。仙台に着きました。前の日に自分は1日かけて走りましたけど、新幹線だと1時間しかかかりませんでした。ということで埼玉県の大宮駅に帰ってきました。これで4日間の東北旅行は終わりです。今回は天気が悪いこともあって久しぶりに雨でドロドロになりながら走ってしまったんですけれども、昔ガチで自転車をやっていた時の気持ちというのをちょっと思い出すことができたのかなと思います。ということで東北旅行の動画ご視聴ありがとうございました。これからもいろいろなところに行ってみたいと思うので、今後もご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。